はい、どうもエナジー福田です。今回は潮目についてのお話をしていきたいと思います。この潮目はパッと見でわかる釣りのヒントですし、流れがある釣り場では超過アップにつながるんで覚えておいて損はありません。ということで潮目についてと潮目がなぜ釣れるのかっていうところをお話ししていきたいと思います。潮っていうのは海水のことなんですが、これは海で使われたりすることが多い言葉なんで、バッスリで言うなら川や池の水だと思ってもらっていいでしょう。その潮と潮の境目が潮目と呼ばれます。水面を見ると全体的には波立ってるけど、その一部のとこだけ帯状に波立ってないところがあったりして、その場所が潮目になります。で、あとボートが通った後などもそういうように見えるんで注意してください。潮目ができる仕組みですね。どちらも同じ水なのになぜ境目である潮目ができるんでしょうか。それは同じ水であっても流れの速さや温度、泥などを含んでいて濁っていたりと、水といっても少し変化がありまして、潮目の多くは流れの変化がある場所に起こりやすく、こういうまっすぐな川では真ん中の流れが速く、で岸際の流れはゆっくりになります。そしてその速い流れと遅い流れがぶつかり合って流れが比較的緩やかになり、だいたいこの辺ですね、この辺に潮目が見えることが多いです。ちょっと図は分かりづらいんですけど頑張って理解してください。はい、次はこれも川なんですけど、岸際まで深くなってて流れが速い場合にはこういう岸際が出っ張ってるとこに流れが当たり、その流れがこの辺で渦巻くんですよね。くるくるとこのよれがある付近にで潮目ができるのはだいたいこの辺ですね。この辺、その速い流れとよれの間ぐらいにできることがあります。はい、この潮目には小さいベイトフィッシュが集まりやすくなります。その理由は潮目が速い流れと遅い流れの間にできるので、潮目のところは水がよれてゆっくりとしていて、あまり速すぎるとベイトフィッシュたちが泳ぐの大変だし、流れがないと水の中に含まれている酸素量が少なくてちょっと息苦しいんで、流れがゆっくりしていながらも酸素量が多い潮目が一番過ごしやすい場所になるんですよね。そしてプランクトンも多くいやすい場所なんで、結果としてベイトフィッシュが集まるっていうわけなんです。そしてそれを捕食しに来るブラックバスとか大型魚もいるっていう感じで、食物連鎖がここで成り立っています。はい、次に潮目の狙い方ですね。ボートなら沖の潮目につけて釣りができるんですが、おかっぱりで釣りをするときに狙いやすい潮目は岸際に潮目が来てるタイミングです。常にあるのはこういった川の張り出したとこ付近にできる潮目が狙いやすいんですが、流れが変化する場所ではこの潮目が沖に行ったり岸に行ったり、その時によって変化したりしてます。岸際に来てるタイミングが釣りしやすくなります。ということで岸付近の潮目を狙うことになると思うんですが、ベイトフィッシュたちがこの速い流れの中から一旦休む目的などのためにこっちのよれの中入ってくるんですよね。ピューと。でバスはこのよれの中から潮目付近をチェックしているっていう状態になります。なので美味しいのはここですね。よれ始めてる、よれの中全体的に狙うっていう感じでいいと思います。まず最初は表面の方を狙えて、その釣り場のベイトフィッシュに合わせたルアーを通していきます。ダメなら中層かボトムを狙うっていう感じですね。浅い場所なら1回通せばバスは気づいてくれて食ってくれるんですが、深い場所なら表面探ってその後にボトムを探るっていう感じで2回ぐらい通す感じになります。まず最初に上から狙う理由なんですけど、最初にボトムを狙うとラインがバスに気づかれて警戒されちゃう可能性があるんで、最初はルアーだけを見せて捕食モードの元気なやつを狙い、もし表層を通してダメだったらボトムの方でゆっくりしてるやつを狙うってイメージです。その方が取りこぼしが少なくなります。そしてこの狙う時には流れもあると思うんで、流れに負けずに巻いてくる場所をコントロールしやすいルアーがおすすめですね。強い流れとよれの間をしっかり通してこれるルアーですね。そういう感じで狙っていけばこの潮目につくデカバスをゲットできるんじゃないでしょうか。ということで今回は潮目についてでした。よかったらチャンネル登録とお好きな評価ボタンよろしくお願いします。